こんにちは、島田です。今回は手首でできる意外な腰痛対策ということで、針で使う手首のツボとバレエで使う体の動きの一部を組み合わせて腰痛にアプローチする方法をお話しします。これは腰をほぐしたくても腰の筋肉が硬くてなかなか指が入らないなんてことあると思うんですけれども、そんな時にも使えるやり方です。で、こんな風に、今回はツボの話もしますけれども、普段このチャンネルでは、バレエイコール優れた生態として、体に負担をかけずに踊りやすくするために、普段のバレエのレッスンで出てくる体の使い方や、バレエの要素を活かして体を整えるためのヒントなどもお伝えしています。メインは踊れるや、講座でお伝えしてるんですけれども、YouTube でも一部ヒントになることをお話ししていますので、もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。というわけで本題なんですけれども、腰が痛くて動かせないとか、腰の筋肉が固まって動かしづらいなって思ったことあると思うんですね。で、腰が痛くて、自分でも何とかしたいなって思うんですけれども、でも自分でほぐすのは難しいなっていうふうに思ったことがあると思います。もう腰の筋肉も背中の筋肉も固まってしまって、指で押そうと思っても痛いところまで届かなかったりとか、逆に指が痛くなったりとか、なんか全然違うとこ効いてるなみたいな感じになることがあると思うんですね。で、結構深い組織になると、なかなか自分の手だけで押してやるっていうのは、プロのマッサージとかね、ほぐしやってる人だったら届くかもしれませんが、自分でやるの結構大変なんですね。で、そこで今回は、ある部分を使って腰にアプローチをしていこうと思います。それが冒頭でもお話しした手首にある養老というツボですね。場所は手首と前腕の骨の溝の際にあります。手首からこの肘までの部分を前腕というふうに言うんですけれども、ここには2本骨があるんですね。で、その2本の骨際のところと手首の間ぐらいのところにあります。これ後で押さえ方をお伝えするので、その辺にあるんだなというふうに思ってください。で、このツボ自体はですね、針では急性の腰痛といってぎっくり腰に使うことがあります。特にこのツボを刺激しながら腰を実際に動かしてもらうと効果的なんですね。いわゆる針のイメージってなんとなく痛いところに打っておとなしくしてるっていうのがあると思うんですが、これに関しては針をした後に運動した方が効果的なんです。で、今回はこのツボを使ってこの腰を自分で回復させるためにアプローチする方法をこれからお話をしていきます。でもなんで手首にあるツボで腰に効くのっていうふうに思う方もいるかもしれません。なので一応どんなつながりがあるのか図にしました。この右の図は手足の小指がつながって動く部分っていうのをマップにしたものです。このピンク色の部分がそうですね。でざっくり言うと、体の後ろ側をつないでいるということですね。小指で動く部分っていうのは、体の後ろ側をつないでいるんです。なので、この連動して動く部分っていうのに効きます。で、もう少し掘り下げると、この手首にある養老というツボを刺激することによって、肘や肩甲骨、首が安定してくるんですね。で、その状態で腰につながる筋肉を動かしてあげると、筋肉の固まった部分や腰の捻挫で痛くて動かせなかった部分の可動域、動かせる範囲っていうのが増えてくるので、それで腰の痛みが減ってきて効果的ということになるんです。では、このツボを腰に効かせるための押さえ方や、どんな動きをすればいいのかについて、この後お話をしていきます。では、このツボの押さえ方なんですけれども、このツボは筋膜の奥にあるので、なかなか自分で手で押してツボを刺激するっていうのは難しいんですね。なので、これちょっと工夫をします。まず、手の甲が見える位置でツボを押さえます。で、この時に爪を立ててしまうと、後でこう回した時に食い込んで痛いので、なるべく爪は立てずにツボを押さえてください。そしたら、手首をくるっと返します。今度は手首を返して、手のひらが胸を向くようにします。そうすることによって、先ほどツボを押さえていた位置が、この手首返すことによってぐっと奥に入って、ツボを刺激することができるんですね。で、この時に手のひらっていうのは、指は伸ばした状態の方が、後で腰を動かした時により効きやすいので効果的です。で、また、このツボを押さえただけだとちょっと安定しないというか、押さえるのが難しくなるので、親指でこの赤い部分を固定してあげると、よりツボを押した状態をキープしやすいのでおすすめです。そしてツボを押さえたら、今度は腰を動かしていきます。
で、運動っていうふうに書いてありますが、この運動はどんな動きでも構いません。ただ、どんな動きでも構いませんって言っても、腰の状態によって動かせる範囲っていうのはいろいろ決まってくると思うんですね。なので、最初ぎっくり腰とか、腰の痛みが強い場合っていうのは、仰向けで行うと良いです。例えば、ツボを押さえて寝返りを打ったりとか、膝を両方立てて、右に倒したり、左に倒したりするようなところから始めていただいて、だんだん腰の負担とか負荷を上げていきます。お尻を持ち上げてみたり、膝を持ち上げてみたりっていう状態ですね。で、それが OK になってきたら、今度立った状態で運動をしていきます。例えば、体を横に倒して深呼吸をしたりとか、上半身をぐるっと大きく回したりとか、そこまでいけるようになると、より腰の筋肉を動かせるようになるので効果的です。あとは、足踏みをしたりとか、体を横に倒して息を吐いてから吸うといったような、脇を伸ばす動きっていうのも効果的なので、いろいろ組み合わせていただくといいかなっていうふうに思います。で、この時の注意点なんですけれども、どの動きも腰が痛くならない手前ぐらいまで動かして、その位置で深呼吸することによってより効果を発揮するので、ぜひ試してみてください。では、今回の話をまとめると、腰痛対策の一つとして手首のツボを使ってできる方法っていうのをお伝えしました。手首にある養老というツボを押さえた状態で、手首を返してそのツボを固定します。で、それから腰が痛くならないギリギリまで動かして深呼吸をするっていうのを繰り返すことによって、腰の動かせる範囲が増えるので痛みが減って回復が早くなるというやり方ですね。で、慣れてくればいろんな動きができると思いますので、ぜひいろいろ自分の、痛いところとか、動かしにくいところを探しながらやっていただくとより効果的かなというふうに思います。で、特にバレエをされている方である場合は、このツボを押さえて手首を返して固定したら、プリエしたり単重したりすることによって、腸腰筋のストレッチにもなりますので、ぜひこれも試してみてください。で、今回使っている養老のツボですけれども、これは私の針の師匠に習ったものです。で、このツボを腰痛対策として使うのは結構レアかもしれません。実際手首にあるツボなので、ここを使って腰痛ってなかなかイメージつきづらいと思うんですね。でも、この場所使いながら、ここを刺激しながらだと腰を実際に動かせるので、打ってもらったところとか、ほぐしたところは楽になるけれども、動いた時にこの辺痛いなって時に使いやすいんですよね。なので、今回はこのツボを使って、ストレッチをしたりとか、動かす運動をすることによって腰の痛みを取る方法っていうのをお伝えしました。で、この詳しいツボの使い方知りたい方向けに、一応参考図書として概要欄に、餓死三痛法という、本をAmazon のリンクを載っけておきますね。一応これ専門書なので、ツボの位置が知りたいというよりは、ツボの組み合わせとか、こういう使い方するといいんだなっていうのを知りたい方向けです。一応載っけておきますので、ぜひ気になる方は読んでみてください。で、また今回のようにバレエの動きと針の理論を組み合わせて整える講座っていうのもやっています。募集はメルマガで行っていますので、興味ある方はメルマガを楽しみにしててください。また今回紹介した手首からのアプローチですけれども、場所がちょっと腰から遠いのでピンとこないっていう人もいると思うんですね。なのでそういう方向けに腰に近い骨盤を立てる2つのアプローチと股関節を開く3つの秘訣っていう動画講座のリンクも概要欄に貼っておきました。そちらにそれをまとめておきますので、お好きな方をチェックしてみて続きをご覧ください。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ぜひ明日からのレッスンに活かしてもらえれば嬉しいです。ありがとうございました。